ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、誰もが知っているファストフード店のあの超有名なキャラクターが野球の試合で国歌斉唱をした話題についてよ。現在、SNS などのネット上でも爆発的に拡散されていて、ファンが大いに盛り上がったという異例の事態になっているの。今日はドナルド・マクドナルドによる衝撃の国歌斉唱パフォーマンス。そして、ライバル企業からの容赦ない痛烈なツッコミと、試合に起きたとんでもない結末について、徹底的に解説していくよ。ドナルド・マクドナルドって、あのマクドナルドの赤い髪のピエロのこと？うち、あの真っ白な顔、ちょっとホラー映画みたいで怖い件。スカンバイ。ハンバーガーの宣伝キャラがなんでまた、神聖なスポーツの試合で、国歌なんか歌いに出とると？絶対に場違いやん。ふっふ、葵はドナルドが苦手なんだね。でも、今回の彼は、その場違いな雰囲気を吹き飛ばすくらい、本当にすごいことをやってのけたんだよ。まずは、いつ、どこで起きた出来事なのか、ことの発端から順番に説明していくよ。わかったばい。うちの偏見ば覆せるもんなら覆してみてほしいね。で、どこで歌ったと？舞台となったのは、今月1日に行われた、マイナーリーグの野球の試合だよ。対戦カードは、シャーロットナイツ対グウィネットストライパーズの試合だったの。マイナーリーグ？シャーロットナイツ？グウィネットストライパーズ？横文字ばっかりで、うちの頭がパンクしそうばい。それってプロ野球なん？ごめん。野球に詳しくない初心者の方にもわかりやすく説明するとね、マイナーリーグっていうのはアメリカのトッププロリーグであるメジャーリーグの下部組織のことで、メジャーを目指す若手選手たちが腕を磨く場所なの。その中でも今回登場したシャーロットナイツはシカゴホワイトソックスという有名な球団の傘下にあるトリプル A のチームなんだよ。トリプル A はマイナーリーグの中でも一番上のクラスでメジャーのすぐ一歩手前のとてもハイレベルなチームのことなの。なるほどね。じゃあ、そのシャーロットナイツっていうのはあと少しで超有名選手になれるかもしれないエリートの卵たちの集まりってことやね。そんなガチの真剣勝負の場に、なんで、あの赤い髪の男が乱入してきたと？実はね、面白半分で乱入したわけじゃないんだよ。病気の子供たちや、そのご家族を支援する、ドナルド・マクドナルド・ハウスという活動があるんだけど、今回は、そのチャリティーイベントである、スポーツアシャツを支援するために登場したの。マクドナルドの公式マスコットとして、ちゃんとした目的があって、球場にやってきたんだよ。チャリティーイベント？病気の子供たちの支援って、なんや、ただの不気味なピエロかと思っとったら、めっちゃ立派な仕事しとるやん。うち、ちょっとだけ見直したばい。でも、支援の PR のために来たなら、普通に、観客に手を振ったり、写真撮ったりすればよかろうもん。なんで、マイク握って国歌ば歌うことになったと？そこが、今回の最高に面白くて型破りなところなの。場所は、ノースカロライナ州メクレンバーグ郡シャーロットにあるトゥルーイストフィールドという球場だったんだけど、ドナルドは、試合前、いきなりマウンドに上がって歌を披露し始めたんだよ。もちろん、その場にいたファンたちは、一体何が始まるんだ？って、かなり困惑した様子で見守っていたの。そりゃ困惑するばい。いきなり、ピエロが、マウンドのど真ん中に立って、マイク握りしめとったら、これ何のドッキリ番組？って思うけんね。近くにおった選手たちは、どんな反応をやったと？シャーロットナイツの選手たちも、すごく面白い反応をしていたの。彼らは、まるでネット上の、ミーム、つまり SNS で面白おかしく拡散されるネタ画像が、まさに今作られているかのように、お互いに笑顔を浮かべながら、意味ありげな視線を交わしていたんだよ。あはは。絶対、おいおい、嘘やろ？あいつ正気か？ってひそひそ話しながら、ニヤニヤしとったんやろうね。プロ野球の真剣勝負の直前に、あんな奇抜な見た目の男がドヤ顔で歌い出す準備しとったら、そりゃ、笑いこらえるの必死になるばい。で、実際の歌はどうやったと？声が裏返ったりして、とんでもない放送事故になったっちゃろ？この衝撃の歌声については、後ほど話すとして、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。みんな、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、絶対ポチッと押してね。押してくれんと、うちが、夢の中で、博多弁で、一晩中説教するけんね。まあ、冗談はさておき、応援してくれると、うちらの動画を作るモチベーションが爆上がりするけん。よろしく頼むばい。さて、話を戻すよ。葵は放送事故になったと思ったかもしれないけれど、その赤毛の男は、みんなの予想を完全に裏切ったの。
映像の試合に見られるように、彼の歌声はすごく滑らかで、自信に満ちた素晴らしい演奏だったんだよ。記事、ザット・パーク・プレイスの表現を借りると、彼は見事にホームランを打ったの。滑らかで自信に満ちた演奏？あんなド派手な見た目して、まさかの美声の持ち主やったと？てっきり声がカスカスやったり、音程外しまくって、ブーイングの嵐になるオチやと思っとったばい。ギャップ萌えってやつやね。うち、完全に油断しとったわ。そうなの。過去には、有名人が国歌を歌って、ひどく音程を外してしまったり、歌詞を間違えたりして、悪い意味で記憶に残るような国歌演奏もたくさんあったんだよ。でも、今回の彼の歌唱は、他のそうした失敗例とは異なり、ほとんど失敗がなかったの。だから、このマスコットの完璧なパフォーマンスは、ネット上でも広く称賛されたんだよ。へえ、見た目とのギャップで余計にうまく聞こえたんかもしれんけど、ちゃんと練習してきたんやね。ネットの反応って具体的にどんな声が上がっとったと？まず、現場にいた地元チームの反応から紹介すると、シャーロット・ナイツの公式インスタグラムは、マクドナルドのパフォーマンスを映した動画を投稿して、こんなキャプションを添えたんだよ。球場では、どんな光景に出くわすかわからないものだ、って。球団の公式も、マジで、何が起きたんやこれ、って戸惑いながらも面白がっとるやん。そりゃ、毎日野球の試合しとって、ピエロが美声で国歌歌う日なんて、一生に一度歩かないかばい。そして、マクドナルドの公式 X アカウントも、その動画への返信として、こんな投稿をしたの。ドナルドには、そういう才能があることは、ずっと知っていた、って。いやいやいや。公式アカウント、絶対後出しじゃんけんやん。うちの看板息子、実は歌うまいんですよって、ドヤ顔で乗っかりとるのが目に浮かぶばい。あざといわ。一般のユーザーからの反応も、すごく好意的で面白かったの。あるユーザーは、これこそ、まさにアメリカらしい出来事かもしれない、って書き込んでいたんだよ。確かに、ハンバーガーチェーンのピエロが野球場で国歌歌って観客が大熱狂するって何でもありのアメリカって感じがして最高やね。日本じゃ絶対にありえんばい。さらに別の3人目のコメント投稿者はこんな冗談交じりのコメントを残していたの。マイケル・マクドナルドの出演を依頼されたのに自分が聞きたいことだけを聞いてしまう時だって。マイケル・マクドナルド？誰それ？あ、もしかして有名なミュージシャンのこと？マクドナルドって名字の部分だけ聞いて、球団のスタッフが勘違いして、あのピエロば呼んでしまったっていうジョークやね。これ書いた人、センス抜群ばい。そうだよ、とてもユニークで気の利いた冗談だよね。でも、一番の驚きは、マクドナルドの最大のライバルからの反応だったの。なんと、あの同業他社のウェンディーズが、思わず、こんなコメントをしたんだよ。彼が、ハンバーガーを作るよりも歌う方が上手だなんて、驚きだ、って。うわぁ、出た。ウェンディーズの超絶毒舌。お前のところのハンバーガー、美味しくないけど、歌だけはうまいやんけ。で、ド直球でライバル企業ばディスっとる。うち、このウェンディーズの容赦ない性格の悪さ、最高に好きばい。むしろすがすがしいわ。マクドナルド側も、これ言われたら、ぐぬぬ、って何も言い返せんやったろうね。バチバチの煽り合い、たまらんばい。ふっふ、ライバルですら、ある意味で、そのピエロの実力を認めて称賛してしまうほどの素晴らしい歌声だったってことだよね。そして、この話には、まだ一番衝撃的な続きがあるの。この型破りな国歌は、先ほど説明したシカゴホワイトソックス傘下の AAA チームである、シャーロット・ナイツを明らかに鼓舞したようなんだよ。鼓舞したってことは、試合に勝ったと？美声のピエロ効果で、選手たちのテンションが爆上がりしたんやね。勝ったなんてもんじゃないの。なんと、シャーロット・ナイツは、対戦相手のグウィネット・ストライパーズを21対1という、信じられないスコアで圧倒したんだよ。はぁ？21対 1？ いやいや、それ野球の点数や半ばい。アメフトかラグビーと勘違いしとらん？グウィネットストライパーズ、完膚なきまでにボッコボコにされとるやん。いくらなんでも、点差がエグすぎるばい。ドナルドの歌声、シャーロット・ナイツの選手に魔法のバフかけすぎやろ。あいつ、ピエロの皮をかぶった魔法使いか何かと？本当に歴史的な対象だよね。試合前にドナルドがマウンドに立ってファンが大いに盛り上がった熱気と彼の滑らかで自信に満ちた素晴らしい歌声がナイツの選手たちに信じられないほどのパワーを与えたのかもしれないね。いやー、最初はただの不気味なピエロの悪ふざけかと思っとったけど、実は病気の子供たちのためのチャリティ目的で、しかもまさかの美声で球場場沸かせて、最後はチームを歴史的な大勝に導くなんて、まるで映画みたいな話やったばい。うち、ドナルドのこと、ちょっとだけ好きになったかもしれん。葵にも、ドナルドの意外な魅力が伝わってよかったよ。
彼の型破りな行動がたくさんの人を笑顔にして予想もしない大きな力になることもあるんだね。ということで、今日はドナルド・マクドナルドが先日行われたマイナーリーグの野球の試合で国歌を歌い、ファンは大いに盛り上がったという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。